カルローズ米を食べてみた結果、香り少なくパサパサ甘みがないザラッとした食感。備蓄米の方は許容できたが、これは何とかせねばならない。まず最適な水の量を探る。2種類銘柄のカルローズ米ともに2合 300g の米に対し 510ml で固め、 1.8 倍 540ml で普通、 1.9 倍 570ml で柔らか。次にパサつき問題。これで解決しました。2合に対し2枚 30g の餅。最低30分の吸水時間。すごい粘りとツヤを獲得。後にモチベー原料の白玉粉同じ効果を確認。手作り明太子シイラの棚も使用。まずそのまま。あんなにがっかりしたのが嘘のような満足感です。シイラ明太子は濃厚、見事に受け止めました。次は甘みです。お米とぎも紹介します。さっと水が抜けます。たっぷりの水でかき回す。質感が脆いのでおしとみしません。3回水替えて、540ml の水。お好みですが、餅は1枚でも十分かな。まず試したのはみりん。小さじ2杯です。底部が茶色になってて個人的にはなし。分かりにくいですが、少し茶色が見える。味的には合格です。阿蘇高菜の油炒め作った。阿蘇高菜は柔らかい。みりん自身に色があったからかな。次は水飴試しました。小さじ2杯は同じ。粘りでちょっと扱いにくいが、
やはり少し茶色になってる。味は美味しい。雑穀米を入れるだけでも美味しくいただけました。茶色になってません。むしろ全体が赤っぽい。栗ご飯には日本酒小さじ2のみ。日本酒のみでは粘りや甘みの改善薄い。いよいよ最適な方法になります。スライス餅1から2枚か、白玉粉小さじ1から2杯、米の 1.7 倍 510ml で炊いた後に 30ml の水に水飴小さじ2を溶かし入れ、砂糖やグラニュー糖でも OK。 少し固めに炊いた米に先ほど溶かした水飴注いで、よく混ぜほぐし10から15分の食べ頃です。甘い香りが立ちます。これが3週間連日試したどり着いたカルローズ米の食べ方。国産米には及びませんが、より近づいた満足感。チャンネル登録嬉しいです。